ホンダはなぜレースというフィールドで戦い続けるのか。そこで得たこととは。そして男たちが熱く魂を削り戦い続けるそのルーツとは。まさに好機至る。明年こそは TT レースに出場せん。日本の小さな一企業に過ぎなかったホンダが世界の覇者を目指したこと。レースにこそホンダ DNA が受け継がれていくルーツが隠されているのである。ホンダの中に流れる闘争本能。勝つための遺伝子。それは戦いの中でしか培うことができない究極のレーシングスピリッツ。二輪四輪で世界を制覇したホンダ。しかしその陰には数多くのライバルたちの存在があったのである。ルーツホンダ DNA 60s。 満東 TT レース出場宣言から5年目の1959年6月、本田宗一郎の言葉が実現する時がやってきた。本田宗一郎さんが、ヨーロッパに行き満東にも行ってレースを見た、TT レースというものがあるということはもちろん私知ってましたけれども、それがいきなりと言いますか突然と言いますかね、いや我が社はその社運をかけて TT レースに出場するんである。これによって我が社の名前を世界に知らしめる、あるいは我々と協力してくれる協力工場さん、あるいは販売店さん、あるいは社員の息を上げるんであると右宣言す。いやびっくりしましてね。世界に飛び出したエンジニアたちに押し寄せるプレッシャー。まだ誰も経験したことのないレースだった。しかしそこで待ち受けていたのは世界という名の誇り高きライバルたち。外国の他メーカーとは何かそういう違和感というか、何かそういった差があるっていうのはあまり感じなかったんですよね。我々知識としては世界グランプリっていうものに対して全然なかったと言ってもいいくらいな状況で、一般的な認識、モータースポーツの認識があまりにも差があったということでびっくりしましたね。それと同時にそんなところで我々チャレンジしたっていうことはすごく、びっくりすることだったと思うんですよね。いよいよ記念すべきレースが始まった。だが世界は強かった。ホンダは6位入賞が精一杯。勝利を求めるホンダイズムとしては負けも同然だった。しかしこれは新しいホンダの夜明けを告げる戦いに過ぎなかった。翌年1960年、ホンダはワールドグランプリにエントリー。若いスタッフたちが6戦に参戦した。このレースという実戦で得た経験こそがホンダの戦う DNA を生み出し強固にしていったのである。世界のライバルたちに追いつくため、若いエンジニアたちは少ない人数で不眠不休の作業を続けた。世界一になる、それだけのために。ついにその日はやってきた。 125cc クラス。ホンダは初のワールドグランプリでの勝利を獲得したのである。そして続く西ドイツグランプリでは若干21歳の高橋国光がチームメイトのジム・レッドマンを僅差で抑え、日本人ライダーとしてワールドグランプリ初優勝を達成することになる。マシンは何しろエンジン回転はすごく回るしパワーは出ていましたから、もうあっという間に
勝てるんではないかなって、もうみんな要するに関心があったんですけども、僕自身はライダーとして日本人が世界 GP で勝てるっていうのはやはり3年から5年経たなければ日本人ライダーには難しいんではないかなと感じたんですけれども、ですから僕自身はなんていうんですか、自分自身で勝ったんでなくて、ホンダの要するにエンジン性能が良かったために勝てたんではないかなっていう実感はしましたよね。この年のマントー TT レース 125cc では1位から5位を独占。ホンダの戦う遺伝子は確実に受け継がれ進化していたのである。世界はホンダのスピードに酔いしれた。その後のレースでもホンダ勢の快進撃は続き、表彰台を9回独占。全11戦中10勝を挙げた。世界一でなければ日本一ではない。ハードルを自ら高く設定し、それを乗り越えていくことで技術を切磋琢磨していく。ホンダのファイティングスピリッツが勝利を貪欲に求めた。ただレースに参加することには意味はない。勝つことにこそ意味がある。ホンダの DNA は世界のライバルたちとの戦いによって力強く、そして研ぎ澄まされていったのである。ワールドグランプリという二輪の最高峰レースで頂点に立ったホンダ。次なる戦いのステージは四輪。しかも四輪レースの頂点 F1 に挑んだのである。当時世界の他メーカーの追随を許さないほどに卓越した速さとパワーを誇っていたホンダの二輪レーサー。高回転、高出力という二輪分野で培った技術が必ず四輪でも通用すると信じ、F1 への準備は着々と進められていった。そして完成したのがこの RA271 である。エンジンは実はですね、成功した二輪レーサーと非常によく構造が似てるんですね。で6気筒の、二輪のエンジンとほとんどその基本レイアウトと同じでですね、それを12気筒にしてシリンダーの容積を大きくしたということで、ホンダとしてはですね一番手慣れた、見通しがついた構造だと思うんですね。ですからああいう非常に変わったユニークなエンジンが生まれたんですけど、私はそれは正解だったと思ってるんですね。二輪のテクノロジーを応用したエンジンはとにかく整備性に問題がありすぎた。ミッション一体型のこのエンジンはギアを一つ変えるにしてもエンジン本体を下ろさなくてはならない。同時に足回りのセッティングもまた一からやり直し。それは今まで経験したことのないほどのシビアな時間の世界だった。ホンダのピットだけはどこに行っても一晩中明かりが灯っていた。ホンダの前に現れた時間という名の大いなる壁。この見えないライバルに対し、ホンダの若きエンジニアたちはひるまず果敢に勝負を挑み、決して諦めることはなかった。時間。そう。ライバルとしてホンダの前に立ちふさがっていた時間の壁を越えた時、ホンダに F1 初めての勝利の光がもたらされるのである。1965年メキシコグランプリ。標高の高いこのサーキットでは空気と燃料の比率を調整することが重要な戦略となった。当時の監督中村義雄は元航空エンジニアで、酸素が希薄な上空を飛ぶ飛行機のエンジンを作っていた経験がある。フリー走行で最適なセッティングを導き出すのに全く時間はかからなかった。
そして決勝、第1コーナーでいきなりトップに立ったリッチー・ギンサー。そのままトップで周回を重ね、レース後半ジャック・ブラバムの猛追を受ける。手に汗握るデッドヒートの中、ギンサーは追撃を振り切りチェッカーフラッグを受けた。その差はわずか 2.89 秒。あのマントー TT レース出場宣言から12年、その戦いの軌跡がこの 2.89 秒に凝縮されていたのである。それは二輪時代から長年培ってきた技術が四輪の技術と融合し、2つのフィールドで生きた瞬間でもあった。まあちょっと言いにくい話なんですけど、その前のレースしばらくあんまり成績良くなかったもんですからね、やっぱしこれは車じゃ勝てないのかなっていう感じが実は内心してまして、でメキシコグランプリの次の日、日曜にやって月曜ですよね、会社に出ていくの。そしたら朝電話があったんですね。で私の部下が電話してきてくれた。優勝したって。嘘じゃないのって私は言っちゃったんですよね。そしたら本当だ。実はその時会社をサボっちゃった。いやまたどうせダメなんだろうなっていう気持ちで、もうくたびれたし、最後のレースだからもう今日は会社行かないでサボっちゃおうなんて思ってたら、そういうことだったんでね。ホンダの戦う DNA は地上最速の戦い F1 においても進化していったのである。世界の二輪と四輪のレースの中で勝利を掴んできたホンダ。ライバルに打ち勝って手に入れた勝利だった。しかしその勝利はホンダイズムの序章に過ぎなかった。これから始まる戦いこそが真の強さを必要としていた。再び優勝を我が手に、試行錯誤する日々が続いた。だが勝てなかった。さらに追い打ちをかけるように、この年二輪ワールドグランプリからの撤退が決まり、レースへのチャレンジは F1 に全て委ねられた。翌1967年第3戦オランダグランプリ。ここでホンダは衝撃を受けることになる。 V8 エンジン搭載、軽量かつコンパクトなマシンロータスフォードがデビューウィンを飾ったのである。細部の技術にこだわり、エンジンパワーの飛躍だけを目指していたホンダのエンジニアたちにとっては衝撃的なマシンであった。その時期のホンダは最新の技術で設計し、最高出力でライバルを上回るエンジンでありながら、どうしても勝てなかったのである。どうやれば一番早くできるか。やっぱりそれは日本でやるよりもイギリスでやった方がいいしですね。それからそういうレースということをよく知ってるローラと一緒にやった方がいいということだと思うんです。レースに勝つということをやっぱし彼らは慣れてるっていうかですね、なかなかその容量がいいっていう。ホンダはどっちかっていうと、性能至上主義でね、その性能をとにかく一番の車を作るんだと。そうすれば勝つんだと、多分そういう考えだったと思うんですね。で彼らはレースに勝つっていうのはもちろんエンジンの馬力だけではなくてね、総合的にその勝てばいいんだということで、ですから軽量で小型の、エンジンを作って、扱いやすいエンジンを作ってですね、でそれで要領よくレースに勝つという方法を取ったんだと思うんですね。でもホンダはそうではなかったんですね、当時はね。馬力さえ出れば勝てる。
エンジンもシャシーも全てホンダ製で戦うという本田宗一郎の美学。しかし当時の監督中村義雄をはじめとしたホンダのエンジニアたちは軽量化なくして優勝はありえないと考え、宗一郎の意に反してシーズン途中にもかかわらずローラ社とシャシーを共同開発するという決断を下した。イギリスの後そのレースということについての技術の層の厚さ、これは私も驚きました。一人一人がやっぱりレースってことをよく知ってるんですね。もうメカニックから部品屋さんに至るまで。ですから総合力が非常に高いわけですよ、イギリスは。ですから小さなああいう会社がレーシングカーを作っててもそれを支えてる底辺というのは非常に大きいんですね。既成の概念を吹き飛ばし新しいものに挑戦していく、まさに自分というライバルとの戦いでもあった。そして全く新しいマシンが完成した。それがこの新星と言っても過言ではない RA300 である。1967年9月イタリアグランプリ。車検場で測定された RA300 の重量は610キロ。RA273 後期モデルと比較しても60キロ以上も軽量化されていた。これでいけるはずだ。ホンダの関係者は誰もがそう思った。自分との戦いにおいてやれるだけのことはやった。それは全てのエンジニアたちに共通する思いだった。イタリアグランプリ決勝がスタート。ジョン・サーティスは前半第2グループにつけてチャンスを伺っていた。そして後半サーティスの怒涛の追い上げが始まる。トップ争いに加わりついに最終ラップを迎え、優勝争いはサーティス・ブラバムの一騎打ちとなった。最終ラップ最終コーナーでわずかにサーティスがブラバムをかわす。まさに劇的な展開でホンダは F1 通算2勝目を飾ったのである。数多くの強敵たちとの戦いの中でホンダの戦う DNA は研ぎ澄まされていった。そして最強のライバルはごく身近に、それは自分の中にいたのである。レースという未知の領域に飛び込み驚異のスピードで進化していったホンダは世界と戦える力をたくましく身につけてきた。そしてこれからも飽くなき勝利を目指し、男たちの戦いは永遠に続いていくのである。それこそが本田宗一郎が望んだことであり、ホンダの魂なのである。二輪で世界のライバルを知り、四輪で最高峰 F1 との戦い、シビアな時間との戦いを知った。そして最後に出会ったライバルは果てしなく高く大きな壁、自分自身という名のライバル。しかしその大きな壁を打ち壊した時、新たなる飛躍があり、栄光の勝利が見えてくるのである。レースとは戦いによって技術を証明する場。レースとは挑戦者と観客が一体となる場。そして戦いを見ている者にもその DNA は継承されていくのである。それこそがルーツ。ホンダはホンダである限りレースに挑み続け、そこで出会うライバルたちと
戦い続けていくのである。